こんにちは。今回からついにスーパーソニックスピードですね。スーパーソニックスピードでは、基本的にマシンはハンドリングかスピードを使います。通常速度がかなり出る関係で、パワーやダッシュの細かい動きの効果が出にくいからですね。これは初心者向けだからということはなく、ランキング自体もほとんどこの2種のマシンが活躍しています。シャドウにリップスパイダー、ガジェットはドリフトチャージ短縮キット、ランオフボーナス、スタート成功ボーナス、セカンドファストチャージです。ファストチャージについて何やら言いたそうな人がいそうですが、これは後ほど説明するのでお待ちください。早速ブーストを拾ってダートを走行、リングを稼ぎます。その先はラインガイドに従ってリングを集めましょう。連続ジャンプ地帯前のブーストは取らなくていいです。次曲がった後、右側にあるブーストを回収します。ブーストは2周目でまた最初のダートを超えるのに使うので、ここで使わないように。ゴール前の直線は直進ドリフトレベル2を2回やりましょう。2周目は1周目と同じ場所でブーストを使ってダートカット。飛び降りた後は最初のカーブで右側にあるブーストを回収します。ここでガジェットについての補足なんですが、実はドリフト短縮キットにはセカンドファストチャージがありますが、なぜかランキング上位はセカンドファストチャージを必ずセットしています。サードの間違いかと思い、自分でも試したのですが、レベル3を狙うと結果大きく動くことが多く、効果がほぼありませんでした。対してセカンドファストをつけることで、より少ない距離でレベル2が溜まるので、自然とインコースを維持しつつ、ブーストができるといった利点がありました。ブーストは、今回は、3周目の一番最後で修行していますが、後で気がついたことに、連続ジャンプ地帯の後、左側をカットした方が効果が大きいです。3周目は、青いダッシュパネルが出現しているので、これに乗って、そのままの加速でダートカットします。結論は、セカンドファストは強いですが、その効果が出るかどうかを、自分のプレイに合わせて考えた方が良いと思いました。中央のショートカットリングを通りましょう。ここに関しては、ブーストがあっても、こっちの方が確実に効果が出ます。あとは、ゴール前のカーブをブーストでカットしつつ、ダッシュパネルにつなげれば大丈夫。ここで、スーパーソニックスピードの操作に慣れておきましょう。あんまり余裕がないように見えますが、スーパーソニックスピードは、割と短縮手段がないんですよね。大回りしやすいので、とにかく綺麗に曲がれるようになりましょう。次は、レインボーガーデン、シャドウにリップスパイダー、ガジェットは、ドリフトチャージ短縮キット、リングゲットダッシュミニ、スタート成功ボーナス、セカンドファストチャージです。全体的に、カーブが綺麗なコースなので、サードに差し替える必要はないと思います。スタートしたら、ドリフト、少ししたら切り返して、最初のカーブの外側にあるブーストを回収します。飛行機パートはラインガイドに従って動きます。ただし、リングが並んでいるところは、右に少し移動してブーストを回収してください。車になった後、カーブの途中左側にブーストがあるので、2個持っている場合は取らないように注意。トンネル内はガイドの通りに進みますが、坂を登った後に右側にブーストがあるので注意。その先は右側から花畑の部分を進んでドリフトしながらブーストで曲がります。ゴール前は直進ドリフトでレベル2を出します。2周目開始直後、ブーストで左側のダートをカット。2周目では1周目で離したブースト2個を回収します。ガジェットの補足の話ですが、このゲームの使用上ゲームスピードが上がるほど加速効果が弱くなるという設計です。なので、セカンドファストの1枠を交換する際に、リングゲットダッシュミニは効果が薄いです。やはり、交換する場合は、スピードチューン等にした方が効果が大きいですね。他だとスターターのようなものでも1周目が短縮可能ですので悪くないかも。今回は、話し切る尺がありませんが、極端にきついカーブじゃない限りは、スピードタイプにあるカスタムを使っても、同じような走り方で達成可能です。それについては、また後で解説しますね。3周目は、飛行機パートの中央下段に青ボックスがあるので回収しましょう。その後車に戻ったら、左側に3周目のみの道があるので、必ず通るように、残りは、これまでと同じで大丈夫です。ソニックスピードの時と違い、難しくはないものの、余裕はあまりない感じですので、引き続き、このコースで S ランクを取るまで練習し、スーパーソニックスピードになれましょう。
れが究極の走りだ。ドンタグランプリ最後は、ウォーターパレス。かなり難しいです。シャドウにビクトリアキャリッジ。ガジェットは、ドリフト単色キット。ファストチャージ2種。スタート成功ボーナスです。このカスタムだと厳しいという人は、セカンドファストをリングゲットダッシュミニにするか、シャドウにダークリーパーでドリフトキットをスピードマシンキットに変更してみてください。ただし、劇的に変わるわけではないので、自分の動きに合うかが全てです。スタート直後の右カーブはインコースで、その先はガイドに従って動き、リングを集めながら進んでいきます。ブーストは、ゴール前の1箇所のみで修行するため、序盤拾いに行く必要はありません。それよりも、長い区間を走る上で、速度補正がない方がまずいので、リングを集めましょう。ボートの時のブーストは、チャージレベルに応じて補正があるので、できればレベル2以上を出しましょう。ただし、曲がり角とかで出すと逆効果なので、動画を参考に、レベル1も出します。途中のブーストは、レベル2以上じゃないと取れないので注意。ボートが終わったら、ドリフトを構えながらブースト、飛び上がってトリックしながらダートを越えます。ゴール前の直線は、直進ドリフトレベル3を2回やりたいですね。2周目は、ラインガイドの通りに動いてインコースで進みます。1周目では、リング優先で回収できなかったブーストも拾ってしまいましょう。ボートになる直前、ガイドは左側ですが、ブースト回収のため右に行きます。2周目のボートはブーストも回収しないので、ラインガイドよりも左側を走るようにしましょう。最後のカーブは、ブレーキを入れて曲がるのがおすすめです。3周目は、またしても、ガイドの通りに動き、インコースで進んでください。青いダッシュパネルは、外側にある上に、ダートもないので、今回は、踏む必要がありません。ガイドの通りに動くのは確かですが、先ほどのボートの時と、同じく、ガイドよりも内側を走るということができれば、かなり短縮になります。ラインを壁に見立てて走ってみましょう。3周目は、階段の場所と、ゴール前に動くブーストリングがあるので、周期次第では通れませんが、通れると少し楽になるはず。とはいえ、わざわざ外側に行く必要もないので、気にせずインコースでいいです。ゴール、本当にギリギリでした。最初に話したように、ここは、スピードタイプでもノルマ達成ができましたので、もしうまくいかない場合は試してみましょう。ただし、ハンドリングが低いことと、ファーストチャージが遅いので、少し操作に慣れが必要です。次は、メタルハーバーです。シャドウにリップスパイダー、ガジェットは、ドリフトチャージ単色キット、リングゲットダッシュミニ、スタート成功ボーナス、スピードチューンです。ソニックスピードの時と同じく、あまり余裕がありません。最後のカーブがうまく曲がれるなら、結構楽にはなります。スタートしたら、ラインガイドの通りに動いてリングを集めていきます。ロケット広場の前までに100リングにしたいですね。分岐は、右側へ、ここに来るのは1周目だけなので、ブーストを回収しましょう。スピードチューン採用理由ですが、メタルハーバーは、直線上に移動する場面が多く、ハンドリングマシンだけでは速度が足りないからですね。最後のカーブは、いかに内側を曲がれるかの勝負ですので、スピードタイプはやめた方が良いと思います。ゴール前でも使いますが、どうせ余るので、ブーストはここで使ってしまいます。最後の内側カーブは、スーパーソニックスピードの場合、エッグガンナーが必ず外側にいるので、白線より内側を曲がるようにしましょう。ブレーキとアクセルオフを駆使すれば膨らまずに曲がれます。速度を落とすので、一見意味があるかと思いきや、やはり膨らまない分だけ、こっちの方がいいです。ちなみに、今回は、ちょっと膨らみ気味、これを2回ぐらいやると、ノルマに届かなくなる可能性があります。そういえば、少し前に、スーパーソニックスピードでは加速効果が弱いと話したのですが、このゲームの仕様で最近判明したこととして、トリックでの加速効果がありますね。トリックは、レベル3以上でも、回数に応じてブースト時間が延長されるボーナスがあるので、スーパーソニックスピードでも時間自体が延長すれば無駄になりにくいですよね。
特に、メタルハーバーでは、コースのところどころでジャンプ、最後のロケット台や、ゴール前ショートカットのようにトリックをする場所が多いので、効果がかなり出ると予想されます。厳しい場合は、スピードチューンかゲットダッシュミニと交換してみると結構役立つかもしれません。そう話している間にもう3周目ですね。まあ、2周目もほぼやること変わらなかったので、ちょうどトリックについて話ができてよかったです。3周目もロケット台がある以外は変わってないんですよね。ソニックスピードと比べてもルートからして変わってないし、難しかった内側カーブのエッグガンナーの位置が固定なので、曲がり方は固定で楽にはなっていますね。なんとか達成。1周目も綺麗に曲がれたら、もう少し余裕ありそうでしたね。それが究極の走りだ。次はサンドロードです。シャドウにリップスパイダー、ガジェットは、ドリフトチャージ短縮キット、ランオフボーナス、スタート成功ボーナス、グリップ力強化です。ただでさえ狙った通り走りにくいスーパーソニックスピードなのですから、グリップ強化は必須ですね。スタートしたら、ラインガイドをたどってリングを集めていきます。建物内は、5リングを取ったら飛び降ります。邪魔だ。右に曲がる際に、一番外側のブーストを回収します。しばらく、ラインの通りに動けば大丈夫です。右カーブの外側にあるブーストを回収しましょう。そういえば、スタート直後のところですが、いきなり右に行って、ブーストを使ってカットしてもいいです。ただし、ダートに乗る時間が短いと、ラインをたどった時よりも、リングの入手数が少ないので、100になるのが遅くなるのは注意。うまくできると、タイムは、こっちの方がいいので、腕次第ですね。2周目ではダート超えします。ここのカットは、本コースにて2番目に良いショートカットなので、最低一度は必ず使いましょう。1番目はどこかって、左右分岐の広場みたいな場所の手前ですね。こっちは、初回以外必ずカットします。ゴール前右をカットしていますが、実は、スタート直後の方をカットした方が良かったりします。まあ、こっちも結構いい場所ではあるのですが。3周目は、ブーストの回収に注意。1つ目がボートになったら、ラインより少し左側の空中。2つ目は、ブーストでカーブを越えて、ほぼ、正面のラールの横です。青ボックスを取ったら、右側からダートを越えましょう。ラールを避ける難易度が、ソニックスピードの時よりも高いので注意。ギリギリでクリア。1周目の最初ランオフボーナスで稼げると、もう少し余裕が出ますので、タイムに余裕を持たせたい場合、そこを練習するのが一番良いと思います。ちなみに、ランオフボーナスで稼げる最高の量とラインをたどった時の量は同じです。リング数に余裕ができるわけではないので注意。この動画最後は、カラフルモール、シャドウにリップスパイダー、ガジェットは、ドリフトチャージ短縮キット、ランオフボーナス、スタート成功ボーナス、セカンドファストチャージです。速度の関係で使うルートが、ソニックスピードの時と異なるので、注意。ランオフボーナスが思ったより使わなかったので、スピードチューンとかにした方が良かったかも。最初の分岐は、右へ、リングを拾いながら進みます。ドリフトは、レベル2までで大丈夫。自然と3になるところは3まで貯めましょう。その先は、ラインガイドの通りで大丈夫です。ジャンプ後の3分岐は左に行きます。理由ですが、右が若干遠回り、中央がスピードの関係で浮き上がる時間が長いので今回は使えません。少し進んだら飛び降りて、トリック、うまいこと壁にぶつかると外側に流されず済みます。ゴール前はブーストで内側の道を抜けます。2周目までに
一番左側のブーストも回収しておきましょう。2周目は、最初の分岐で左に行ってブースト回収。残りは1周目と同じです。3周目解説することが多いので、ここで、締めの挨拶を。ご視聴ありがとうございました。やっぱり進みが早いので、サクサクいける反面、少し解説が長くなると尺調整が大変ですね。ある程度、ソニックスピードの時の解説を頭に入れた上で見るのをお勧めします。次回もそんなにかからず更新できそうです。役に立ったのでしたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。3周目ですが、最初の分岐で、初の中央ルートからの一番上ルートです。まあ、必須ではないのですが、スピードが速い分、意外と真ん中通ってもブースト回収もできるし、悪くないなと思って採用しました。ブーストを回収したら、あとはいつものルートですが、今回2個持っていますので、手前のダートも超えてしまいましょう。これで若干ですが、いつもより速く、しかし、ランオフがここしか役立ってないので、最初に言ったように、スピードチューンとかでも良かったかもしれません。ゴール、かなり余裕がありますね。カスタムもまだ伸びしろがあるので、ここは、スーパーソニックスピード用のルートさえ把握していれば簡単に行けそうです。